Virtual Life Documentary. アバレス諸島、奇跡の動物たち。世界にはまだ人類の知らない場所がある。海図の空白、航路の外れ。21世紀になってもそんな不確かな場所があった。魔の海域として恐れられる赤道付近の無風帯やその周辺には2012年まで世界的な公式地図に記載されながら実在しなかった幽霊島、三里島のような事例もある。そしてそのような熱帯のブラックボックスだからこそ消されてしまった島もあったのだ。欲望と保護、二つの夢が交錯する場所。神に守られ隠された生命の箱には、それがアバレス島なのだ。1967年、南太平洋のとある海岸で米国籍貨物船アークティックスピリット号が座礁し、救難信号を最後に沈黙した。米海軍救助隊がたどり着いた座標には、海図に乗らない巨大な島影が浮かんでいた。その報告は即座に機密指定され、島の座標は闇へ葬られてしまう。救助報告の資料から、米国調査班はニッケル、コバルトなど重要金属の多重鉱脈をすでに嗅ぎ取っていた。欲望の夢が静かに目を覚ました。だが同時にその島に広がっていたのはもう一つの夢、手つかずの自然と奇跡の生命たち。文明の宝と自然の宝、その天秤が揺れる。機密にして正解だったが、環境屋に知られては厄介だ。米国は領有権を持ち得る近隣3国に接触。将来の開発支援を餌に既成事実の重要性を語り、資源調査の強行を提案。合意を取り付け、島は世界に極秘にされ続けることが決定する。それからおよそ30年。多重鉱脈は貧弱でアクセスも困難。開発に見合うものではなかった。葛藤の果て、欲望の夢はついについえることになる。米国は関心を失い、三国による共同自然保護区を提案。2010年、島が保護区への転換を模索。だが、大国の助けを失い、次第に放置されてしまう。しかし、それこそが生命の願い、夢であった。欲望の夢が皮肉にも生命の宝を隠し続けた。座標は今も公式地図には記載されていないままだ。しかし、ようやくその島の存在が表に出る時が来た。2015年アバレス島調査保全委員会設立。2024年常設保全研究施設完成。2025年 YouTube 公開。ゆっくりとだが島は目覚めていく。2017年、生物学者や環境学者が初めてアバレス島に入った。調査保全委員会のメンバーの一人、エヴァン・スターリングはその時の驚きをこう語った。初めてアバレス島に入った時は本当に驚いたよ。こんな楽園が隠されていたなんてね。ガラパゴスもそうだけど、絶海に隔離された島は独自の進化が起きやすいんだ。しかもアバレス島はガラパゴスより起源がはるかに古いし、人間との接触も遅い。さらに自然環境も特殊だから、進化の独自性がとんでもないんだ。エヴァンが語ってくれたように、アバレス島には生命が奔放に枝分かれするのも必然と頷ける多彩な環境がある。ここでアバレス島の代表的自然を紹介しよう。1、海洋ポケット。アバレス島の独特の地形と西の海底山脈によって海洋から折り返す渦が潮の流れを島へ抱え込む。
それにより栄養は沈まず、波は穏やか、外洋と隔絶した光の海底温室ができる。ミネラル濃度は3倍にもなる。閉じられた海は進化のゆりかごになっている。そして外洋の生き物がこの海に引き込まれ、特殊な進化を遂げることがある。その代表が海生ワニペラゴクロコと螺旋の殻を持つイカアモンスクイットだ。まるで古代のモササウルスとアンモナイトの関係を再現したような生き物たちだ。だが彼らは古代種の生き残りや退化したものではない。はるか昔に先祖がこの島に迷い込み、長い時を経て適応進化した姿なのである。2、雲霧林。山腹を覆う雲霧林。日がささぬほどの霧が海沿いから山頂まで湿潤の回廊をつなぐ。アバレス島では豊富な陸上資源と競争圧の少なさ、多湿などの多数の要因から、一度見たら忘れられない歩くエイ、ウォーキングスティングレイや花に擬態して獲物を狙う陸のカニ、ハナガニ、さらには森林タコなど水生生物が陸上に進出を試みるユニークな進化が見られる。そしてこの雲霧林が彼らが沿岸部から内陸まで歩みを進める特別な道筋を作っていた。さ、ジャモン岩層面。地殻深部のジャモン岩が風化し、ニッケルを帯びた草原を作っている。金属を吸い上げた植物は陽光を反射し、それが衛星や航空写真に映ると、アバレス島を干渉や幽霊島と見誤らせる一つの要因になった。そう、ジャモン岩も島を隠してきたベールの一つだ。そして一見不毛に見えるこの場所にも多くの動物がいる。例えばシーシュのリクガメやこの島を代表する飛べない鳥アバレスオオツノドリの仲間だ。このエリアの植物を食べる動物たちはその体内に微細金属が蓄積されることになる。その金属を特殊な方法で排泄したり様々な適応が見られるが、中にはそれを上手に利用する者もいる。例えば爪厚の甲羅などに金属を含んで強度を上げるのだ。進化に大きな影響を与えた特徴的な環境を3つ取り上げてみた。しかしアバレス諸島で生命を育む環境はまだまだこれだけではない。環境ごとの生態ゾーンをバイオームと呼ぶ。アバレス島保全調査委員会は島全体を10の区分に分類している。その中には例えば塩害に強い耐塩性植物が織りなす2つの特殊な自然景観も存在している。もしもアバレス島が観光地化されることがあれば間違いなく人気スポットだ。絶壁の崖に広がる海食断崖草原の景観はまさに圧巻の一言。そしてコバルトブルーの海に赤い実と花が生えるリンゴ桜の大円林の美しさ。とはいえいくらその景観が美しくともこの島が観光地化されるのは難しいだろう。島の周囲は暗礁が多く海流も複雑極まりない大型船の接近を拒む天然の要害なのだから。それに長きにわたり外界から隔離されてきた島だ。大勢の人間の流入はあっという間に自然のバランスを破壊してしまうだろう。その意味ではアクセスが困難であることは保全の観点からは幸いであった。何よりこれらの環境は単に美しいだけではなく特別な進化の舞台なのだ。このように種の多様化を促す実に多彩な環境が存在し、その一つ一つのバイオームにはそれぞれに特有の住人が息づいている。それらは我々に圧倒的な未知なる自然の光景を垣間見せてくれる。ではなぜこれほどまでに魅力的な島でありながら共同保護区となった今もなお公式な地図にその名が刻まれず世に知られることがないのだろうか。その疑問をエヴァンにぶつけてみた。最高の島なのに関係国は自分たちのエゴで隠蔽したから今もあんまり広めたくないんだよ。研究を進めてからいい感じに落としどころを見つけて発表したいんだろうね。呆れるよ。いずれにしても島の環境が守られて研究が始まって本当に良かったよ。唯一無二の島だからね。なるほど。3国は島の価値を環境先進国としての評価、国際的発言力を高める名誉資源へと転換したのだが、
しかし元を正せばアメリカと共に真逆のことをして半世紀も隠していたのだから、うまいストーリーがないと名誉どころか非難も浴びかねないわけだ。アメリカはしれっと背を向け傍観者を決め込み、残された三国は慎重に航海の道筋を牽制しつつ描いているといったところか。しかしエヴァンが言うように、誰も知らなかった奇跡の島がほぼそのまま保全されたのは本当に幸いだった。多くの人がその奇跡に触れるその時に向けて、エヴァンをはじめとした研究者たちによって調査は始まったばかりだ。アバレス島の動物で一番驚いたのは浜辺で歩くエイを見た時だね。思わず笑っちゃったよ。エヴァンが語ってくれたように、この島の生物は驚きに満ちていると思う。すでに50種の新種が視野に入り、研究が進めば数百を超える可能性が十分ある。そんな生き物たちの魅力をこのチャンネルではこれからどんどん詳しく紹介していくので、ぜひ応援してほしい。研究は一歩一歩になるが、いいねとチャンネル登録は大きな研究の励みと支援になる。それでは本日はここまで。次回はアバレス島の王者がどのようにこの島の頂点となったのか、王族たちの物語を紹介する。ではまたアバレス島で。 Virtual Life Documentary